韓国の政治大変な状況になってます。今日はそのことをお話ししたいと思います。私は中国にいたんですけども、12月の3日の夜にですね、韓国で戒厳令だっていうニュースが世界中広まりました。すぐ日本からも私連絡いただいたんですけども、ホテルのテレビで CNN つけますと、もうそのニュースばっかりになってましたですね。でその後の動きは皆さんご承知のように、ユン・ソンニョル大統領のこの弾劾訴追案というのは最初は否決されましたけども、2回目は可決されたということなんですね。ただその最終的に弾劾されるかどうかっていうのは憲法裁判所が審判を下すと、180日以内です。それまではですね、大変な状況が続くわけです。で今日はですね、私はもう長いこと韓国の政治家とも付き合いがありますし、韓国の政治って何だろうなっていう、お隣の国ですから、研究してきましたけども、そういう私の経験と、いろんな勉強から少し私の思いを述べたいと思います。これは昨年ソウル行った時なんですけども、ハン・ドクス首相ですね、ハン・ドクスさんといろいろお話をした時の写真なんですけども、非常に彼は駐米大使もやったし、ハーバード大学出て英語が完璧で、私は英語でいろいろ議論をするんですけれども、非常に実務能力があって、今の与野党でいうと野党政権の時にも総理やって、今度のユン・ソンニョルさんの政権でも総理をやるっていう、与野党に顔が利くんで非常に実務能力がある温厚な方なんですね。今このハン・ドクスさんが大統領代行として職務をやってる、数ヶ月これをやることになると思いますけれども、大変な仕事だなという感じがしております。で、こういう優れた政治家、非常に温厚でしかし能力あるっていう方が韓国にはたくさんおられますけど、このハン・ドクス首相にしても大統領代行としてどこまでやれるのかなっていう、そういう懸念もあります。そこでですね、このユン・ソンニョル政権の前のムン・ジェイン政権でどれだけどれだけ日韓関係が悪くなったかっていうのはもう皆さんご承知の通りですね。そのいわゆる徴用工の訴訟問題で、もうこれ解決したって決めてるのにですね、新日鉄とかですね、三菱重工とかどんどん損害賠償を命じるわけですね。これはその国際法違反じゃないかって言ったらそんなこと聞かないわけなんです。それで新しいユン・ソンニョル政権になってこういう問題も解決して、せっかく日韓関係良くなったところでまたこの問題で野党ね、ムン・ジェインさんと同じような人が政権取るとまた元に戻る。そこでこういうこのことが起こるということの背景に何があるのかということを今日お話したいと思うんですけども、それはですね、ちょっと反の思想って恨みとか妬みとかいう反の思想ってあって、後ほど説明しますけど、自分より先の王様洗脳を殺すで、今回 SNS 陰謀論まで加わったということで、この反の思想っていうのは、最近あんまり日韓関係いいから議論なくなったんですけども、これは朝鮮文化の貴重なす考え方なんで、ウン・ソンファさんっていう方はですね、こういうこと言ってるんですね。韓国のこの反は韓国伝統の独特な情緒です。反は単なる恨みの情ではなく、達成したいけれども達成できない。
自分の内部に生まれるある種の悔しさに走っています。それが具体的な対象を持たないときは、自分に対する嘆きとして現れ、具体的な対象を持つとそれが恨みとして現れ、相手に激しい恨みをぶつけることになっていきます。非常にだから韓国の人って感情的にすごいところがありますね。それから韓国思想史の専門家の小倉さんはですね、反という韓国語に最もよく当てはまる日本語は憧れなのであると。もちろん反には恨みという意味はあるんですけれども、単なる恨みではなく、そこには憧れの裏打ちがあると。そして反は上昇への憧れであると同時に、その憧れが何らかの障害によって挫折させられたという悲しみ、無念、痛み、わだかまり、つらみの思い出もあると。これが反なんですね。だからその具体的な対象としては、日本が植民地支配した時にですね、その徴用工として引っ張られた、女子勤労挺身隊として連れて行かれたと。朝鮮の人々を強制連行したのは日本であると。そういうのがですね、植民地支配に対する反感として現れるわけですね。それでその韓国のリー・ケイタイという方がですね、韓国人の情緒構造って本を書いてますけど、ここの中でこういうことを言ってます。心の中に傷をじっとしまっておく状態が反なのだと。元義の元の意味ですね。元義の反は怨念を抱く状態。そして怨念を抱くようにした外部要因を増し、またその怨念を抱いた自分自身のことを悲しむ。そうした属性を含んでいる。このような怨念の蓄積は韓国人の反に別の意味を発生させたと。韓国人の反を構造的に調べてみると、怨念以外の被害者意識が絡んでいる。韓国人は、国民は漢権の被害者であり、貧しい者は富む者の被害者であり、野党は与党の被害者であると思い込んでいる。それがこの与野党の対立図式になるわけですね。で、日本に対してですね、2018年の12月に日本のピーアン哨戒機がこう言ってる時に、駆逐艦から同盟国なんですよ。駆逐艦からその日本の哨戒機に向かって火器管制レーダーを照射するってめちゃくちゃなことをやっちゃうわけですよ。で、こういう思想が背景にあるっていうのを押さえておく必要があるんですね。そこで私がいろいろお付き合いがあった長い韓国との歴史をちょっと紹介しますと、この皆さんノーベル平和賞をいただいたこの金大中さんっていうのは、若い人知らないかもしれないですけども、非常に、有名な政治家で、これは1992年金大中さんが大統領選挙、この時は負けるんですけども、彼の選挙カーに一緒に乗せてもらって38度線のところまで一緒に走っていっていろいろ話をした時、私も若い時ですけども、で、この後ですね、1998年にこの4回目の挑戦で大統領になるんですね。で、金大中さんはもうパク・クネさんのお父さんのパク・チョンヒ大統領に弾圧されて、もう殺されかかることもあったんですけれども、しかし生き延びた。しかし彼はですね、ノーベル平和賞をもらってその後安泰だったんです。ところがですね、韓国のその政治家っていうのは大変な目に遭うことが多くて、これはイ・ミョンバクさんですね。これ国会議員になってすぐの1996年、彼の選挙事務所のそばの飲み屋で一緒に晩ご飯食べてる時なんですけど、この後ソウル市長になって大統領になる。で、大統領を辞めた後結局刑務所行きになると。で、さらにですね、私が都知事の時の2014年に青瓦台に行ってパク・クネ大統領とお会いしましたけども、彼女
も今回のそのユン・ソンニョルさんと同じようにですね、この私がやった2年後に、国会の弾劾決議を受けて、そして2010年7年3月に、罷免されると、そして刑務所行きになると、こういうことなんで、なんか韓国の大統領ってのは辞めると刑務所行く、辞めると捕まる、辞めるともう自殺しちゃうっていう、もうこういうことの繰り返しなんですよね。これも実は反の思想の、つまり恨みみたいな思想のこの反映でもあるんですけれども、そのことに関してですね、私はこういう言葉で言ってるんですけども、その自分より前の王様を殺すという、洗脳殺しという、だからもう前の人を殺していくっていう、こういう考え方、これもちょっと韓国の病兵ですね。それからもう一つ言うとですね、今回なぜユン・ソンニョル大統領が戒厳令敷いたかと、 SNS の陰謀論を信じちゃったということなんですね。で、この前お話ししましたけども、 SNS の特色としては、情報発信できるし、しかし虚偽事項が含まれていることがある。で、敵を攻撃するときに使う。で、韓国にも日本のネトウヨみたいな人がいっぱいいてですね、もうゴリゴリの右翼で、全部北朝鮮のこの宣伝工作にやられたんだと。で、4月の総選挙、与党が負けたのも北朝鮮からハッキングやられたんだ、だからだということをもう言いまくるわけです。で、それを大統領まで信じちゃったと。それで戒厳軍が最初に入ったのは国会じゃなくて選挙管理委員会なんですね。選挙管理委員会を抑えろと。そこで証拠を、ハッキングの証拠を引っ張り出してこいと。そしたら4月の総選挙、自分たちが負けたのは陰謀だってわかるじゃないかということを言ったと。で、しかしそこまで韓国の選挙管理委員会がずさんでハッキングで選挙結果をひっくり返るなんてことは私はちょっとないと思いますけど、真実は分かりません。しかし問題はこの SNS 陰謀論を国のトップの大統領まで信じたということで、 SNS はですね、日本以上に韓国もっと影響力があると思います。だからこの反の思想、洗脳殺し、洗脳という意味、洗脳殺しと加えて SNS の陰謀論まで入ってきたら、ちょっと韓国どうなんだろうということで、やっぱり日本でも今 SNS が問題になってます。韓国でも SNS は今後気をつけないといけないと思います。ではまた。